羽生結弦選手。2012年世界選手権フリー。ロミオとジュリエットを振り返る。若き才能を世界に知らしめた伝説のプログラム。羽生結弦選手といえば、数々の感動的なプログラムで私たちを魅了してきましたよね。その中でも2012年にフランスのニースで行われた世界選手権のフリープログラム、ロミオとジュリエットは特に印象深い演技の一つです。今日はその伝説的な瞬間を振り返ってみたいと思います。この大会、羽生選手にとっては初めての世界選手権でした。期待と緊張が入り混じる中で、彼は胸を膨らませて挑んだわけですが、大会前日の公式練習でまさかのアクシデントが発生。右足を捻挫してしまい、足は腫れ上がり、靴を履くのも一苦労という状態に。それでも彼は諦めませんでした。ショートプログラムでは、なんと4回転ジャンプを成功させるという驚異的なパフォーマンスを見せてくれました。その姿には本当に心を打たれましたよね。怪我をしているなんて信じられないくらいの気迫と集中力。まさに羽生結弦、ここにありという瞬間でした。次の日のフリー演技。曲はロミオとジュリエット。リンクに立った彼の姿からは、17歳とは思えない自信と気迫が感じられました。冒頭のジャンプ、4回転トーループ。高さも幅も完璧で、まるで空中を舞うかのような美しさ。現地の実況アナウンサーも思わず、素晴らしい、と声を漏らすほどでした。続くトリプルアクセル。そしてトリプルフリップも見事に成功。序盤から圧倒的なパフォーマンスで観客を引き込んでいきます。その後のスピンを経て、トリプルルッツ、ダブルトーループも着氷。膝を柔らかく使った安定感のあるランディングが印象的でした。しかしハイライトはここから。ステップシークエンスでは躍動感あふれる動きで見せていたものの、足が氷に引っかかったのか転倒してしまいます。一瞬会場からため息が漏れるものの、すぐに励ましの歓声が巻き起こりました。その声援に応えるかのように、彼はすぐに立ち上がり、次のジャンプへ向かいます。そして飛んだのは、難易度の高いコンビネーションジャンプ。トリプルアクセル、トリプルトーループ。これには実況アナウンサーも感嘆。彼は本当に強い、と絶賛しました。さらにトリプルルッツ、ダブルトーも成功させ、その後のトリプルループも完璧に決めました。演技も終盤に差し掛かり、彼はコレオシークエンスに入る前に叫び声を上げます。この瞬間、会場全体が一気にヒートアップ。観客たちもそのエネルギーに応えるように大歓声を送りました。そして最後のジャンプ、トリプルサルコーを決めると、フィニッシュに向けてさらに声援が大きくなります。締めくくりは男子選手では珍しいビールマンスピン。これには観客全員が総立ちで拍手喝采。17歳の少年が見せた渾身の演技は会場全体を一つにし、誰もが酔いしれる時間となりました。演技の後、彼は息を切らしていました。
全力を出し切った証でしょう。大きく息を吸い込み、頭を低くした姿は、どこか神聖さすら感じさせました。それでも彼は、観客に向かってしっかり挨拶をしました。その瞬間、彼のプロフェッショナリズムが伝わってきましたね。リンクサイドに向かうと、コーチと目が合いました。その瞬間、彼の顔に笑顔が広がり、二人は抱き合いました。おそらく、やったぞ、という気持ちがあふれていたのでしょう。いい演技ができた満足感が、彼の表情から伝わってきました。そしてコーチも涙を拭っていました。これまでの努力が報われた瞬間だったのでしょうね。キス&クライで、点数を確認した彼の表情は、驚きそのものでした。それもそのはず、シーズンベストを大幅に更新したんです。結果はフリー2位。そして総合3位で銅メダルを獲得、見事な成果です。この大会で優勝したカナダのパトリック・チャン選手が彼にこんな言葉を送ったそうです。この大会で一番輝いていたのはユズルだと。これってすごいことですよね。優勝者からのそんな言葉、どれだけ誇らしいことか。彼自身も観客の声援があったからこそあそこまでの演技ができたと感じていたようです。観客と選手が一体となった瞬間、それが彼をさらに高めたんでしょうね。そして実況のアナウンサーがこう言い切りました。彼は将来きっと世界チャンピオンになると。その言葉に疑いを持つ人は誰もいなかったと思います。それほどまでに彼の才能と可能性は明らかでした。フィギュアスケートの魅力って、やっぱりその瞬間にしか味わえない特別なものがあると思いませんか？世界中で開催される大会では、気候やリンクの氷の状態が違うのはもちろん、選手の体調や精神状態も演技に大きく影響するんです。練習では完璧に飛べるジャンプでも、本番では思い通りにいかないことがあるなんて話、よく聞きますよね。特にプログラムの中でジャンプを飛ぶのって、単独で飛ぶのとは全然違うみたいです。音楽や振り付け、流れの中でタイミングを合わせる必要があるから、ただ技術があるだけじゃダメなんですよね。だからこそ、ノーミスでプログラムを滑り切るって、本当にすごいことなんだなって思います。さて、ロミオとジュリエット。このプログラム、彼が演じた中でも特に印象深いですよね。エキシビションやショーでも、たびたび披露されていますが、彼自身、あの時の演技は二度とできない、と言っているんです。その言葉を聞くと、本当に一期一会、唯一無二の演技だったんだなと改めて感じます。映像でその素晴らしい演技を何度も見返せるのも嬉しいですが、やっぱり現地で試合を見た人は特別な感動を味わったんじゃないかなと思います。あのニースの大会をきっかけに彼のファンになった人も多いんじゃないでしょうか。ニース落ちなんて言葉があるくらいですからね。今回ロミオとジュリエットについて書きましたが、彼には他にも
語りたい伝説のプログラムがたくさんあります。次回はまた別のプログラムについてお話ししていきたいと思いますので、お楽しみに。